皆さん、こんにちは。このビデオでは、熊のアクセントに関する2つの疑問についてお話しします。まず、1つ目の疑問は、標準アクセントについてです。一般に、この言葉に助詞のおをつけて発音したとき、熊をというアクセントが標準で、熊をは標準アクセントではないと言われています。熊をというアクセントはよく聞くけれど、本当に標準アクセントではないのでしょうか？そもそも標準アクセントなんてあるんでしょうか？もう一つの疑問は、新しいアクセントが広まった時期についてです。熊をというアクセントがよく聞かれるようになったのは最近であると言われています。この最近っていうのはいつなんでしょうね。1年前でしょうか？ 2 年前でしょうか？それとも10年前でしょうか？以上の2つの疑問について考えていきたいと思います。その前に、熊のアクセントの実態についてお話しします。このビデオでは、主に東京方言をもとにした共通語に関して説明します。熊に助詞のおをつけた発音には、熊をと熊をの2種類があります。熊をという発音は一般の人に広く使われています。それに対して、熊をという発音はマスメディアでよく聞かれると思います。皆さんはどう思いますか？私は今回調べるのにユーグリッシュというサイトを参考にしました。概要欄にリンクを貼りましたので、後で見ておいてください。では、辞書はこの言葉のアクセントをどのように示しているかを見ていきましょう。まず私が見た辞書は NHK の日本語発音アクセント新辞典です。そこには2種類のピッチパターンがあります。聞いてみましょう。熊、熊、熊を、熊を。はい、このように熊をと熊をの2種類がありますね。次にスーパー大辞林を見てみましょう。このスーパー大辞林という辞書には数字が書いてあります。この2は熊を、1は熊を表しています。つまり、熊をというアクセントは辞書にも書いてあるということです。辞書に書いてあるのに標準アクセントではないというのはどういうことでしょうか？この説明は現在の状況を十分に反映していない可能性があります。そもそも標準アクセントという言葉はちゃんとした専門用語なのでしょうか？ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。次に、新しいアクセントが広まった時期について考えます。ネットでは、熊をという発音が聞かれるようになったのは最近であるとよく言われます。しかし、私は随分前からこのアクセントが主流になったのではないかと思っていたので、調べてみました。その結果、講演、東京首都圏アクセント研究の課題という文献を見つけました。これは2012年に行われた講演の録音を原稿化したものです。講演が行われたのは2012年ですが、調査が行われたのは1982年から1985年までです。この講演で、熊をという発音は若年層にしか出てきませんと言っています。しかし、若年層って言っていますけれど、
これはこの調査をしたとき、つまり1985年の時の若年層ですから、それから今は40年以上経っています。40年以上前の若者は、もう若者ではないですよね。では、この資料を詳しく解説しましょう。この資料によると、1947年より前に生まれた人は、すべて熊尾と発音しています。それに対して、1950年から1962年の間に生まれた人は、全員熊尾と発音しています。この1950年から1962年に生まれた人たちを、今、最近の若者と言って良いのでしょうか？違いますよね。今は2026年ですから、もうこの人たちは65歳から75歳ぐらいになっていると思います。ですから、この人たちはもう若者ではありません。ということは、東京方言に限ってですが、もうほとんどの人たちが熊尾という発音をしていると考えられます。では、熊のアクセントに関する疑問についてまとめていきましょう。熊尾は標準アクセントではないということがよく言われますけれど、そうではありません。なぜなら、熊尾と熊尾の両方が辞書に載っているからです。辞書に載っているのに、標準アクセントではないということは言えないと思います。標準アクセントという言葉自体がそもそも何を意味するのか、私にはわかりません。次に、熊尾がよく聞かれるようになったのは最近だと言われますけれど、若者が熊尾を使い始めたのは40年以上前だということがわかりました。40年以上前の若者を最近の若者と言って良いのでしょうか？これも間違いだと思います。東京では現在、熊尾という発音が普通だと思います。これも地域によって違いがあるので、日本全体で同じ発音がされているわけではありません。以上、熊のアクセントについて考えてきました。やはり、ここでちょっと気になるのは、熊尾というピッチパターンを使う人は、東京地方では一般人が多く、熊尾というピッチパターンを使うのはマスメディアの人が多いというところですね。このように一般人とマスメディアで発音上はっきりとした傾向の違いが見られるところが気になります。この点については前に出したビデオでハロウィン、ハロウィーン、2月、2月、4月、4月でもこのような違いが出ているという説明をしました。一般人とマスメディアの差がどんどん広がっていくのかもしれないなというふうに思っています。